では今からですね、タイムラプスの撮影に行く準備をします。久しぶりだなこれ使う。よし、それで今ね、一通り必要そうなものを揃えてみました。今回はカメラはですね、多分そうですね、ソニーの A7R2 にニコンの1424をメタボンのアダプターを使って1台使うのと、よし、でもう1台がニコンの DF にレンズはシグマの 24mmF1.4 っていうやつを使います。であとはですね、多分今日は必要なさそうな感じもしますけれど、一応夜露防止ヒーターを持っていきます。であとライトですね。そうそう、この前の動画で言わなかったんですけど、こうヘッドライト、でも今日行くところはね、なんか明るそうな感じがするので、街灯とかあっていらないような気もするんですけど、これはあった方がいいのでライト、これもライトです。であとですね、このレンズペンも必要なので、あと水準器ね、水準器はもうつけとこうか。とあとこれはアイピースのキャップですね。そうそう、ミラーレスじゃない時はここから光が入るので、それを防止するためにこれをつけときます。あとジーニーはですね、多分使うかな。ジーニーとカメラをつなぐケーブルと、あとチルトのやつはね、使うかどうかわかんないんですけど、一応持ってきます。ケーブルと、そうそう、あとカメラもう1台ね、コンデジも一応持ってきます。あとはケースリレーのなんていうの、バッテリーと、あとこっち DF のやつはね、これ前動画出しましたけど、ちょっと不具合発生するので使わないかもしれないですけど、一応持ってきます。あとモバイルバッテリー、これも持ってきます。アダプターね、4分の1と8分の3のネジのアダプター、これ結構使うので、入るかな、ここに入るか。これは望遠レンズサポーターとリグですね。リグこっちに入れようか。素晴らしい。ここら辺に入るか。はい。そうそう。で、行く前にですね、ちょっとレンズをじゃなくてセンサーをきれいにしてから行こう。黒い点がね映っちゃうからね。ソニーのカメラさ、手ブレ補正ついてるからセンサーが揺れるんだよね。 OK で DF はメニューでミラーアップしないといけないんだよね。セットアップ、ミラーアップ。これでいいでしょう。多分 OK です。それであとね、予備のバッテリーとか、あとフックとか、フックは使わないかもしれないですけど、あとそうそう、
布のガムテープ、これね非常によく使いますんで、もう入れておきます。これぐらいでいいかな。多分大丈夫だと思います。で、あと必要なのが三脚ですね。1、2、3本。で、今日はね、寝袋、車中泊とかするわけじゃないんで、本当もうこれだけで大丈夫なような気がしますね。ではこれから山中湖に行きます。それでですね、タイムラプスを撮りに行くとき、日本で撮りに行くときはこのね GPV 気象予報っていうサイトがねすごいよくてですね、でこれの詳細の関東の雨量と雲の量っていうのをね1時間ごとに見ることができまして、で今はこれが山中湖かな。今は雲がほんのちょっとだけ出てるって感じですね。で、このまま雲はしばらくあるんですけど、夜9時ぐらいになると、結構雲がなくなって綺麗になりますよと。で、明け方まではほとんど雲がない状態でございます。っていう風にすごいね詳細に予報が出てるので、これ結構当たるので、もしねタイムラプス、星のタイムラプス撮り行く人はこれ参考にしてみてください。よし。で、山中湖パノラマ台はですね、さっきまで夕日を撮ってる人が結構いて混み合ってたんですけど、もうなんか人が一気に引いていきましたね。で、これからもうねだいたいセッティングが終わってるので、あとカメラの設定をこれから調整していきます。もうちょっと日が暮れたらね。それで今回は α7R2 はパンとかは何もせずに、もうずっと固定でですね、アングルをこれぐらいにしようかな。全体が入った方がいいからね。アングルはここに決めて、で14ミリでしょ。F 値が開放を確認しまして、そしたらですね、ここからタイムラプスのアプリを起動します。で起動したら、ちょっと時間かかるんだけど、で今日はどんぐらいかな。メニューので画質はローです。で縦横は3対2でそのまんまで、感度はね多分800ぐらいでもいいかな。1600にしとこうか。1600で、ホワイトバランス4500でいいや。でこっちは特にないね。でメニューで戻る。でテストショットを一回やってみようか。そうで、このピントを拡大してですね、どっかあるかな。これ見えるか分かんない。これ月か。いいか、月でも。これでピントを
こう星が動くの分かるかな。これすげえちっちゃいけど、多分ここぐらいがピントが合っているはず。もしくはこの端っこに小さい星があるんですけど、これをピント動かしながら、ここだね。でやるとさっきの月もここだね。ここだと思います。でピントはもう合ってるんで、これを M にしてマニュアル露出で、60分の1じゃ暗すぎるから明るすぎんのかな。これ15秒にしてみようか。アプリケーション設定で、最終的にはこの動画じゃなくて写真で記録するモードにして、で今シャッター時間を15秒にしたんで、撮影間隔は20秒18秒でいいかな。でちょうど600枚ぐらい撮ればいいか。3時間で終わるから。よし、これでちょっとテストショットを1枚。真っ白だね真っ白だわ。いや夜景入るからな。 ISO 感度下げようか。もうちょっとしたらもっと日も暮れるので、ちょっとこれはこれで様子を見ておきます。でこっちの DF もですね、同様にライブビューで、これをちょっと月でいっか。また月出てるからね。でピントやっぱりシグマのレンズ素晴らしいね。これ見えないか。これ素晴らしい。はい、ピント合わせ終了で、ISO はどんぐらいにつくか。800でいっか。800のシャッタースピードがF2 のシャッタースピード、A じゃねえよ。A じゃなくてマニュアル。シャッタースピードはね、8秒でいいから。これ一回ちょっとこれで撮ります。真っ白。そうか。じゃあ感度もっと落とす。感度400でいいの？やっぱ明るいのかな、ここら辺はね。これぐらいでいいかもしんないね。これは後で決めるとして、で次にこれだね。見えるか。ジーニーをオンにして、ニュータイムコネクトつなげて、ニュータイムラプスで3時間撮る予定なんで、星はどっちに動くんだこれ。西を向いてるから多分あっちに動くんですけど、そうね、50度でいいか。で今富士山が中心よりちょっと右にいるんで、これが50度動いたらどうなるかと。でインターバルは多分10秒ぐらい。インターバル10秒のレッグタイムが3時間 OK で、50度動いたらどこに行くかっていうことだね。少々お待ちを。これで3時間経った後、この角度なので、これで一回ちょっと撮ってみます。ちょっと回しすぎたかな。で見てみると、もう富士山が完全に
出ちゃってるので、これでちょっと戻します。30度ぐらいでいいか。これ一回取ります。ああ、いいですね。35度にする。今35度で、3時間経った後のショットがこれになる予定なんで OK だね。じゃあリターン元に戻します。で、今撮った写真がでもうちょっと暗くなるんで、やっぱりね感度は800ぐらいがいいような気がするんですけど、どうですかね。あんま寒くないかなって思ったけど、なんか思ったより息白くてですね、寒いのでバッテリーが死んじゃうかもしんないね、これ3時間前に。ほいっと。でこっちはもう準備満タンなので撮ろっか。じゃあ5時半から3時間8時半までだね。で電源オンでピントも合ってる。ピント合ってるよね。ピントもう一回確認しようか。今日は布ガムって使わなくていいね。プラス完璧です。これで OK なんで、8秒のインターバル10秒、シャッターが8秒でインターバル10秒だから2秒間隔があるってことです。写真の間に。で3時間撮ると OK で、レク開始。そしたらあとここに何秒経ちましたっていうのが表示されます。それでこっちの α7R2 さんですが、結構いいですね。もうちょっと左じゃねえや、右にしようか。なんか選挙やってんだね。こんぐらいがいい。もうちょっと暗くなるんだけど、気持ち明るくしと1250とかにしてみる。やべ、スタートしちゃった。いっか、まあよしとします。ではこれで3時間ここで待ちます。タイムラプスもですね、残りあと5分ですね。あと17枚撮ったら終わりなんですけど、現在ですね、ちょっと雲が出ててですね、真上とかは意外と雲全然ないんですけど、ちょっとね雲がね思ってたよりあるので、方角によってはね全然ないんですけど、なのでちょっと場所を変えて撮ろうかと思ってたんですが、今日はもしかするとこれで撤収するかもしれません。でね、思ったよりもね今日は雲が出てしまってですね、予報では今ね関東全域あんまり雲ない予報だったんですけど、ちょっとね僕が住んでるところもね結構雲出てるんですよね。なので本当はね2回戦場所変えてやろうと思ったんですけど、ちょっと1回だけ撮影して帰ってきました。で早速ねちょっと時間あるので、このままタイムラプス LR タイムラプスで編集をしてしまいたいと思います。